つも可愛いあかねちゃんやで。さらに可愛いアルマだよ。今回は常よりブラやってくで。どんどんパフパフ。自前の地平はなし。まあ誰か何かしら起こしてくれてるでしょう。王の証100連ガチャの直後だからね、仕方ないね。さぞかし英物が出たんやろな。出たんやろな。ってことでやってこうね。味方は復讐者ちゃんと忍者さん。僕はもちろん復讐者ちゃん。硫酸祈祷特化型だよ。すべてを焼き尽くす暴力がコンセプト。硫酸とブレス強化2個と風浪で火力を上げて FP アップで持続力を確保する。硫酸祈祷の弱みを補う異物構成やで。異物チラ見のお時間。人の異物見るの楽しい。人、魔術特化系の人がいないかチェックや。杖とか聖印のお裾分けの参考にできるしね。自分がもらうと好きってなっちゃう。それはちょろすぎるやろ。そういえば石掘りの魔術境界物つけてる人にだけは出会ったことないな。そもそも石掘りって強いんやろか。復讐者ちゃんは知力低めだから魔法使わないしわかんない。守護者とかあんな顔して知力低いなんて人は見た目によらないね。まあ鳥なんやけどな。ワンワン。守護者の前で鳥足食べるの好き。拾った彫刻は守護者の前でピン刺しした後食べるのがマナーとされとります。貴重なタンパク質だししょうがないね。開始地点はポロヤ。序盤から聖印はすごく助かる。お楽しみの全員ガチャタイムやで。インマ性原理と黒煙の守りか。渋い。 FP アップのためにとりあえず一つもらっとこうね。大教会行って次こそいい聖印を取るぞ。第2回聖印ガチャ爆死でした。攻撃系の祈祷ないのは辛い。初期聖員の拒絶は別の祈祷やったらええのに。浜辺で見せてくれた3つなる氷は何だったんですか。普段よりレディの根性を叩き直す時の方が殺意高いのはおもろいわ。味方さんプラキドサクス拾ってる。楽しいよね。硫酸強化は乗らないけど硫酸祈祷使用時流傷付与は適用される謎の存在。自分で言っててよくわからなくなってきたよ。プラキドサクスは本編でも特殊な扱いやったわ。本人に竜特攻機関士そもそも硫酸の始祖やからな。エルデンリングわからない。わからない。さて本日の聖印はおう、何もなかった。こういう日もあるって。次行こ次。おお。泣いてもええんやで。心が折れそうだよ。かくなる上は像を破壊する。ここは胆石と聖印が出やすい気がするんだよね。セバスチャンにアーツかけて破壊や。ごめん、位置調整ミスりました。ごめんなさい。奥には何もない。低能力者だ。生まれるべきではなかった。セバスチャンを左奥に出すといい感じ。外しはしない。なんか想像してた壊れ方とちゃう。ワクワク。中央取りで行こか。そうだね。まずはお店に寄ろう。硫酸祈祷は燃費悪々なので成功のかけらはたくさん持ちたい。最低6個はないとそわそわしちゃう。余ったら貢げばええし、たくさん詰め込んどくんやで。そもそも硫酸祈祷出んかったらいらんのやけど。そんな悲しいこと言わないで。地下のボスはなんやろな。味方さんが引き返してないところを見ると鈴玉ではなさそうだよ。黒木派の四角やん。グスタブで動きを止められたら美味しいね。二人とも範囲攻撃だし僕はチクチクしてよ。そして黒木派が出血しないことを知らずに脇差し振り回してます。人型でいかにも出血しますって感じの見た目やのにエルデンリング難しいわ。ナイトレインやるまで勇気に回復でダメージ与えられるのも知らなかったし、新しい発見があって面白いね。味方さんの圧倒的火力で無事撃破。何が出るかな。二つとも硫酸だ。これはプラキドサクスの加護を受けし物。回復に加えて FP 軽減までついてるの素晴らしい。初期繊維捨てられるのはでかい。回復1個はもっと来たいけど大効果もつけたい。そんなニーズに応えてくれる一品や。救援確保でとりあえず一安心だね。一雨のボスはディビアの予備船。硫酸の広範囲攻撃が刺さるね。忍者さんのアーツもあってお膳立ては完璧やで。救援の力ご将来悪い。硫酸最高、硫酸最高。この世の終わりみたいな光景や。あかねちゃんの日常風景。しばくで。プラキドサクスとはわざって最強に見える。骨までしっかり焼こうね。雑魚敵一掃できてすごく気持ちいい。死んだ後も一回殴らないといけないのは気持ちくない。死に行きは生属性武器じゃないと倒せないと思ってた時期が僕にもありました。倒した後もう一回しばかなあかんのは衝撃やった。過去作やると色々変わっててまた新しい気持ちで楽しめそうだね。たくさん落下しそうや。世渡りくんの足腰強靭すぎるよ。無事1日目を生き残れたね。報酬はまあこんなもんかな。まさに1日目夜って感じのしょっぱさ。消去法で雨を降らせるかな。2日目はエスト取って強敵狩り。火力特化 PT なんでたくさん倒せるね。親の声より聞いた方向。普段ならだるい講師の集団もこの通り焼却や。複数敵相手が本当に楽しいよ。何事もなく収縮開始。大リブラ単体用に黒煙強化しとこ。雑に流煙吐くのも楽しいけど、炎をポイ慣れでちまちま削るのも結構好きなんだよね。人全般楽しくて復讐者ちゃんはやめられんな。2日目のボスは鳥さん。
復讐者ちゃんにとってはおやつです。ただし、生属性祈祷がある場合に限る。でも僕には神聖なスパイクセスタスがあるから、やっぱ聖職者といえば拳だよね。聖職者こそが最も恐ろしい獣になる勇士な。獣狩りの夜は始まる。DLC の追加キャラで筋力系聖職者欲しいよ。確かに今の世渡り勢にはいない枠やな。うちは投擲壺か超高瓶キャラやと思っとる。わざわざ境界物が用意されてるのにあんま意味ないのは悲しいやん。もしかしたらすでに壺特化運用をしてる人がいるかもよ。さすがにおらんやろ。おらんよな。世界は広いからね。鳥さんの方はもう終盤や。火力低めの自分がタレを取れてるいい展開。うっかり死なないようにだけはしないと。味方さん、やっちゃってください。このコンビネーション、夜の大相手にも負ける気がしないね。そう思って渡れなかった夜は数知れず、油断大敵です。洗剤は FP と強化。少し迷うけど罪人の処理を早くするため強化かな。星光のかけらたくさん持っとってよかった。持っとったよな。すでに6個。いつでも万全。さらにお店のも買っちゃうよ。特殊効果はこんな感じ。耐久が心もとないけどまあいいでしょう。味方さんも含め敵から狙われがたくなる持ってるし。味方さん FP やばない？奥の倍くらいあるね。ゲージが楽しいことになってそうやな。なんて羨ましい。メイキアチョイス。うちの答えはこれや。お前を殺す。施しは受けぬ。ジャンプすると頭の部分がプルってなって可愛いね。たまに3人みんなでリブラ蹴り出すの好き。さあ、いよいよお楽しみのリブラ戦や。I1 形態では FP 温存したい。神聖セスタスを主軸に、確実に当てられるタイミングで黒円恋なでしてくよ。地面からの魔法陣とリブラのねっとりディレイに気をつければ特に問題ないね。生属性が弱点なんで軽く出るし、振った後の隙が少ないからすぐに回避に移れるのがいい。あと必死に拳ブンブンする復讐者ちゃんかわいい。かわいい。僕は雷の羊復讐者ちゃんがお気に入りです。ちっこくてアホっぽいのがえリブラの移動前にローリングする癖を直したい。あれにダメージなくて移動後の方にダメージあるの嘘でしょ。そんなこと言ってたら移動前後両方にダメージつけられるで。ありそうで困る。というわけで無事第1形態終了。無事 HP 半分。ここで回復が生きてくるわけですよ。エスト温存できるのは復讐者ちゃんの強みやな。問題はここから。龍炎の真の力でリブラたちを分からせていく。強火でこんがり焼いてあげるね。思ったよりダメージ出なかった。悲しい。いつもはもっとすごいんだよ。でも味方さんも範囲攻撃やから大丈夫や。7割くらいは削れたかな。うわぁ、もう何が何やらわからないや。この混沌とした感じがリブラの楽しいとこやで。床ペロしないようにしなきゃ。リブラの癒し枠、特大武器それいじる復讐者ちゃんだ。この子と指紋立て守護者、鉄の名は酔った勢いで考えてそう。遊び心を感じるね。戦闘の方は全く遊び心を感じないけど、熟練世渡りたちを絶対に殺すという意志を感じるわ。常世で一番強いと思う。罪人第一陣はなんとか処理完了。蘇生のためセバスチャンを置きに行こう。ほんま便利よな。セバスチャン、ずっと方向して。あの方向に何度助けられたことか。そして蘇生したりリブラ殴ったりで早くも第二陣。常世リブラ、やることが多い。今回はうまく多段ヒットしてくれてる。ええ感じに処理できた。ようやく二人きりになれたね。リブラフルボッコタイムの始まりです。とその前に回復。星光のかけらはまだまだあるよ。忍者さんが壁ドンされちゃった。よう見たら回復がゆっくりになってはったわ。あれ本当に罠。焦ってると回復量上昇と勘違いして取っちゃう。今度こそ迷わず蘇生するよ。リブラの動きを見ながら慎重に。夜渡りの死因の多くは蘇生中の事故とされています。敵を攻撃するより難しいねんな。危ういながら蘇生完了。であれ、ダメージ風に当たっちゃったみたい。追い打ちをかけるように罪人追加。一番大事なタイミングでみっともない死に方をしてしまった。さらにで HP 半分。リブラも HP 半分になる親切設計だね。せやな。蘇生ありがとうございます。次は頑張ります。この間わずか5秒。僕は世渡りのお荷物です。かなり厳しい状況。でも味方さんが頑張ってくれてる。諦めない気持ちは大事や。大復活。今度こそ頑張ります。しばらく蘇生とひなでポイポイ。助けていただいた分はしっかりと働きます。戦闘開始から8分くらい経ったかな。罪人処理が追いつかなくなってきてなかなかリブラを削れないね。僕の最長矢渡りはエデレ25分です。他の人は3日目最長どのくらいなんやろ。さすがに1時間とかはいないよね。まさかね。気合で耐える。さすがに回復したいな。復讐者ちゃん、それいじる巻くのはやめて。触れたらあの領域だよ。
それいじるって自分で使うと微妙やけど、敵に使われると厄介やな。グレイディア戦で使うとコクモが処理しやすくてよかったよ。便利なゴミやな。常よりブラ実装してから譲ってくれる人が多くなった気がする。いい使い方を考えて、いつかアイテム枠全てをそれいじるで埋めるのが僕の夢です。それいじるをたくさん落として、世渡りを怖がらせましょう。狙うと落ちない不思議。透明復讐者ちゃん怖すぎる。何もないとこから降臨黒剣飛んでくるの怖すぎん？これって仕様なのかな。リブラの味噌汁やな。害獣め、駆除以外の選択肢はない。味方復讐者ちゃんを蘇生するチャンスだね。セバスチャンの方向もあって今がチャンス。やば、魔法陣だ。悲しみのマットです。死んでしまうよ。復讐者ちゃんがさまよう魂持っとったみたい。ありがとう。それしか言う言葉が見つからないです。復讐者ちゃん、地味に起きそれいじるやめて。可愛い顔して結構エグいことしてくるな。特大復讐者ちゃんは対処が楽だからそういう意味では助かるんだけどね。戦技我慢だけは NG。アーツの霊園爆発のせいか復讐者ちゃんに全打で言ってる。うちらはリブラに集中やな。黒円強化しといてよかったね。一発で650ダメージはいい感じ。神狩り祈祷特化も楽しそう。序盤から出やすい司令かも。稲毛が巨人の火の祈祷に分類されてたらよかったのにな。巨人系はデフォルトでついてる聖印がないのが辛いよね。あれが一番辛い祈祷分類だと思う。時点で黄金蜜原理処理。竜さんは種類豊富でデフォルト聖印もあって結構恵まれてる。今回も竜炎の他に竜爪出てるしね。火力が出てんやけど、さすがにリブラ戦やと使うタイミングが難しい。でも、あれ使う復讐者ちゃんはダダッと感あってかなり好きやで。ああ、味方さんがやられちゃった。リブラ削り切るか蘇生に行くか迷う。アーツが今7割くらいやから、隙を見て殴りつつゲージ貯めて蘇生かな。下手に助けに行くと罪人に囲まれてリンチされるで。透明復讐者ちゃんもいるし慎重に行こう。さすがに緊張してきたよ。ちょうど乱闘が始まって、打撃取るのはリブラだけや。敵から狙われがたくなるを信じるんや。拾っててよかったよ。味方さんが確保できるかも気にしないとだけどリブラ戦には持ってきたいね。このねっとり3段目一生避けられない。左にローリングすればいいのかな。安定取るなら盾持ち込んでもええかも。そういえばトコヨグラリウスから盾持ち込むようにしたけど安心感が半端なかったです。もう盾なしでは怖くて夜を渡れない。炎防護かけても6割くらい削られて泣きそうになってたわ。ほんと火力お化け。向こうはすごい大乱闘やん。可愛いやら怖いやら近づきたくない。まずい。身長が低いおかげで助かった。たまによくある。もうちょいや。隙の少ないセスタスに切り替える。イブラ分からせパンチ。長い戦いだった。全てを出し切って勝利できたね。スタミナ、S と FP 全てがカツカツやった。8つあった星甲のかけらも残り1個。たくさん持ち込んでてよかった。復讐者ちゃん、忍者さんありがとうございました。ありがとうございました。復讐者ちゃんの丸くなる可愛い。今回はここまで。深き夜もやってくので PS 勢の方はよろしくお願いします。コメントもらえると嬉しいよ。それじゃ、バイバーイ。